持つとこのオレンジ、標準的なマイクロメーターと比較して4倍速くスピンドルが移動する。テーブル見るともうめっちゃ速く明らかにスピードが違うんです。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回はちょっと新しいマイクロメーターを買ったので、それをレビューしてみたいと思います。新しいマイクロを買った理由が、うちはこのマイクロメーターをずっと使ってるんですけども、定期的に三豊さんに構成をしてほしいと思って構成を出すんですけども、構成プラス修理みたいな感じでやってもらって帰ってくるんですけども、でそれをまだこの間も構成のために出したらこういう通知が来て、保守部品発売から6年以上経過してて、保守部品の供給も終了して電子部品の在庫も残り少なくなったので、修理の対応ができなくなりましたっていうでざっくり言うたら修理できませんっていうやつに入ってしまいました。なので、今後修理できないのでもう新しいのを買わなダメかなと思って新しいのを買いました。でその時にこの先ほど見ていただいたこの通知ですね、三豊さんから部品がなくなったので修理できませんっていうのをX で修理できないからちょっと新しいのを買いますっていう軽い投稿をしたら、いやそれやったらアナログ使ったらいいんじゃないとか、アナログの方がもちろん機械的メカ的な感じなんで安心よねみたいな感じで、結構アナログ派が多いんですよね。アナログは全然いいと思うんですけども、もちろんうちもこのマイクロの電池が在庫切れで使えなくなったりとか、何かの拍子でちょっと使えなくなったりした時のためにこのアナログのマイクロメーター持ってるんですけども、普通にゆっくり測定するのであればアナログのマイクロでも全然問題はないと思うんですけども、このアナログのマイクロメーターの読み方でこの縦のこの線とここのこっちと合わせて見れたら1000分台までは見れるんですけども、もちろん前回紹介した三豊計測学院に講習に行った時もこの1000分台は見れますよっていうのを教えていただいたんですけども、実際パッて見てここの間で今若干ここの1000分の5みたいな感じのところの雰囲気にあるんですけども、確実ではないんですよね。例えばこう見るんか若干こう見るんか、若干のこの目線で線の位置が変わったりするので、本当に線分台っていうのがちょっと若干曖昧になったりとかで、しっかり見るのであれば講習を受けた時はもう虫眼鏡を使ってしっかりこの線がどこにいてるのかっていうのを見て線分台まで測定したんですけども、やっぱり実際の現場でそれをするとめちゃくちゃ時間かかるんですよね。こうやって測ってこれ1000分の2、3かな、もう一回測ってこうなってちょっとわからんなってなるので、もうそれをするとやっぱり時間がかかっちゃうので、もうそれやったらデジタルの方がもう絶対に数字が1000分台までパッて出てくるんで、そっちの方が早いし正確、アナログだとコンマ5の読み間違いとかもあったりするので、そういう読み間違いもないのでデジタルのマイクロメーターで統一してます。先ほどもお話ししたみたいにこれが電子部品の供給が終わってもう修理もう構成だけしてほしかったんですけど、修理も一緒にしてもらうんで修理も終了しましたということで、もうこれも三豊さんにはもう出せなくなったので今回新しいのを買いました。それがこれです。このいつものオレンジのパッケージで、これちょっと開けてみます。保証書と説明書と検査成績表ですね。でこれが新しいデジタルのマイクロメーターです。こんな感じですね。で前のと比べるとちょっともうここの持つとこのオレンジで三豊って書いてるところもオレンジで、こんな感じで前のと比較してみるとこんな感じになってます。上が前使ってたやつで、これが新しく買ったやつです。見た目はちょっとあれか、もしかすると表示部がちょっと大きくなってんのかな。ちょっと電源つけてみようか。でびっくりすることに電池がまさかの見えるかな、 CR2032 になってます。前紹介した時はちっちゃいこの SR44 っていうボタン電池だったんですけども、今回はちょっと大きめのボタン電池の CR2032 になってます。これもしかしたら CR2032 でもしかしたらこの
テサのノギス、うちは、ね、デジタルノギスはテサのデジタルノギスを使ってるんですけども、このテサのやっぱりテサのこのボタン電池がこの CR2032 なんで、これでテサと統一できるんで、ボタン電池をいちいち種類ごとに買う必要がなくなりましたね。これ便利になった。このボタン電池の蓋もちょっとでかなってる。上が SR44 で下が CR2032 なんで、まあ、ボタン電池がでかいから蓋も大きくなってると思います。開けてみました。でこれを入れる、こんな感じでつけてみました。画面そんなに変わらんのかな。このデジタルの数字は大きさそんな変わらんのかな。これがだいたい9ミリぐらい、9ミリないか8ミリぐらいで、こっちが8ミリぐらい。デジタルの表記は同じぐらい、一緒ですね。でただここの上のミリって書いてるやつ、ミリがでかなった。ミリってこの書いてるやつが見えるかな。こっちのミリとこっちのミリで、このミリって書いてるところがでかなったぐらいですかね。まああとは重たさも同じぐらいで、まあ、こっちが前のやつはこの出力端子がついてないんですけども、確かこれ前のやつは出力端子ありなし選べたんかな。もうちょっと覚えてないですけど、今回のやつは出力端子がもう必ずついてきます。はい、まあ、こんな感じで、カリカリ感は、カリカリ感はそんな変わらずで、まあここもカリカリできるし、このオレンジの部分でもカリカリできるんで、これはもう全く前使ってたカンタマイクと同じですね。まあ、うちがこのカンタマイクを使ってる理由は、このカンタマイクってこの三豊さんのカタログにも書いてるんですけども、この標準的なマイクロメーターと比較して4倍速くスピンドルが移動するため、測定回数が多い場合でも快適な測定が可能ですって書いてるんで、よくあるこう多段のシャフトとかですね、こう6段とか7段あったりとかするやつやと、普通のこのマイクロメーターやとこう、1周1ミリなんですけども、例えばこれやとこのまま0にして1周1周2ミリで測れるんで、こうやってやるとむっちゃここですね、この測定部見るともうめっちゃ速く開いたり閉じたりして、この標準的なマイクロメーターよりはもう全然この明らかにスピードが違うんですよね。なのでうちはこう多段のシャフトとかも結構やったりするので、本当こう1個のワークに対してこう1個だけマイクロを出してるとかじゃなくて、もう3本ぐらい出して測定しないとダメな時もあるので、なんでそういう多段の加工をやられてるところだと、もうこのカンタマイク使うともうめっちゃ速いので、1本あたりの加工時間も短くなって、でなおかつこのデジタルの1000分台まで見れるデジタルのマイクロメーターなので、最近僕もこう老眼が始まりだしたので、なんかこう眼鏡つけててもってこんななったりするんで、なんぼやってなったりするので、アナログのマイクロのこう線とかももう見えにくくなったりとかするので、もうやっぱり年には勝てないなとは思いますなので、このデジタルやともう画面が大きいですし、1000分台まで確実に見れるので、もうこれが一番いいのかなと思ってこのカンタマイクにしています。ということで、今回、初めてマイクロメーターのレビューみたいなのしたんですけども、うちが使ってるこの前から使ってるこのカンタマイクですね、これも構成できたらいいんですけども、構成できたらまだちょっと使えると思うんですけども、ちょっと構成するところを探して構成に出して、これを使いながら徐々にこっちへ移行していこうかなと思います。本当ボタン電池も SR44 から CR2032 になって、SR44 は酸化銀ボタン電池っていうやつで、ネットで Amazon で調べると、例えばこのパナソニックのやつですねやと数量1で990円ですね。 SR44 パナソニックのやつがで、 CR2032 はリチウム電池なので2個セットで599円
ということで SR44 より安くて、ちょっとコスパが良くなってんじゃないかなと思います。ボタン電池とこの持ちが SR44 と CR2032 やったらどれぐらいの持ちかっていうのはちょっと全然わからないんですけども、SR44 より半額ぐらいまではいかないですが、半額近く安いので、電池もテサと同じような共通のボタン電池になって安くて買えるようになったので、ちょっとこっちに交換してよかったかなっていうのもあります。ちょっと金色でもかっこよかったけど、このちょっと目立つようなオレンジにもなってかっこよくなったのかなと思います。皆さんはどんな測定器使ってますか？アナログのノギスとか、デジタルのノギス、アナログのマイクロメーターとかデジタルのマイクロメーターとかあるんですけども、こんなん使ってるよとかあればコメント欄もしくは LINE 公式アカウントの DM にコメントいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。